안녕하세요、心です。今日は前回の Vlog に引き続きプサングルメを紹介しようと思います。今回も最高に美味しいお店を見つけてきたので、プサンに行く予定がある方も、まだ行ったことがないけどプサン行ってみようかなって思っている方も参考にしていただけたら嬉しいです。혹시 한국에서 보시는 분들이 있으시면 부산 맛집을 댓글에서 남겨주시면 좋겠습니다. それではレステロ Vlog スタート。空港のど真ん中の出口をまっすぐ出て、ずーっと進んで駐車場を突き抜けたところにあります、お店が。まず1軒目はキメ空港に着いてすぐお腹が空いていたのでテジクッパを食べに行きました。空港の出口を出てまっすぐ進むと立体駐車場が出てくるんですけど、そこもまっすぐ進んで大きな横断歩道を渡ると空港の敷地の外に出ることができます。横断歩道の次の橋も渡って左手に進むとテジクッパ屋さんに着きます。着きました。テジクッパ、そう、空港テジクッパです。空港前テジクッパ。多分空港の職員さんかながお昼ご飯を食べに来るようなお店でした。店内も広いのでキャリーバッグはこんな風にして置くことができます。海外旅行で一番難しいのって注文することだと思うんですけど、特に韓国はお店に入った瞬間自分の食べたいものを叫ぶスタイルなので、すごく緊張すると思うんですけど、勇気を振り絞って注文してみてください。麺とか入れて味調節しながら食べます。プサンの名物で調べると絶対に出てくるのがテジクッパだと思うんですけど、私は何軒か行ってここが本当に一番美味しかったです。テジクッパって基本は自分で塩を入れたり味噌を入れたりして味を調節するんですけど、お店によってスープの味が結構違うくて、ここは自分で調節しないでいいぐらい豚の旨味、豚の出汁がスープにすっごい溶け出ててめちゃめちゃ美味しかったんです。前回のプサン旅行で美味しいと思ったテジクッパ屋さんは豚の厚さは結構薄めだったんですけど、そこも美味しくて、でもここのお店は豚がサムギョプサルぐらい分厚くて本当に食べ応えがあって、お肉を食べたっていう感じはするんですけど、でも脂っこくはなくてさっぱりしていたのでもう全部ペロリでした。こんな感じで塩辛とかを入れて自分好みの味にカスタムしていきます。結構韓国って辛い食べ物が多いイメージがあると思うんですけど、こうやって素材の味を生かした食べ物も多いので、辛いものが嫌いな方も韓国旅行おすすめです。いつも器がグツグツした状態で出てくる熱い料理も多いので、私みたいな猫舌の人はちょっと困るかと思いますが、それもお店の人が一番美味しい状態で食べてほしいっていう気持ちの表れかなと思って我慢して食べてます。この日は2月だったんですけど、すっごい暑くてお昼で多分12度ぐらいあったので汗をかきながら食べました。本当はソウルに行こうとしてたんですけど、ソウルの冬はすっごい寒いので今回はプサンになりました。そしたらプサンは今度は暑くてダウンもいりませんでした。空港に着いてすぐ行ったのでお昼前だったんですけど、どんどん人が入ってきてとっても人気店でした。あんま辛くなさそう。いつも韓国に行ってお店を探すときはネイバーマップで食べたいものの名前で調べるんですけど、そうすると現地の人の口コミとかが書いてあって
美味しいお店を見つけやすいです。食べたいものがなくても近くの飲食店で評価の高いお店を調べることができるので、いつも使ってます。私辛いのは辛ラーメンぐらいの辛さだったら全然食べれるんですけど、青唐辛子はまだ韓国で食べたことなかったので、ちょっと食べてみることにしました。マルピー生は絶対辛いやつ。YouTuber 魂。ビビって先っちょだけ少し食べたので、なんか辛いっていうよりかはちょっとピーマンに近いような味がしました。これなら全然いけると思って食べ進めたんですけど、どんどん辛さがきて、辛いっていうか痛いに近いような感じがしました。青唐辛子でさらに汗をかいて、最後の締めに麺を入れます。麺の量がちょうどよくて、ご飯だけでも結構お腹がいっぱいだったんですけど、全部食べれちゃいました。ここのキムチは辛さは控えめで結構酸っぱめだったので、デジクッパにすごい合ってて美味しかったです。さあ、2軒目は釜山に行ったら絶対食べないといけないおでん屋さんに来ました。お店自体は日本っぽい雰囲気だったんですけど、韓国のおでんと日本のおでんって全然違くて、日本で食べれる韓国風おでんともまたちょっと違うので、ぜひ皆さん食べて帰ってください。やばー、ほんまに。ここはカンアンリにある釜山おでんさんなんですけど、この前にカフェに2軒行ってたのでお腹がチャプチャプで、胃に優しいものを食べたかったので、ネイバーマップでおでん屋さんを探してたどり着きました。韓国のおでんもすり身にたくさん種類があって、いろんなものが入ってます。韓国のおでんといえば、よく屋台で見かける厚揚げみたいなぐねぐねっとしたものを思い浮かべると思うんですけど、ここのお店のおでんはチーズが入ってたり野菜が入ってたり、あとチャプチェが入ってるおでんもありました。釜山おでんさんは釜山おでんセットっていうランダムで10種類のおでんが入ってるセットがあります。それを注文して1本ずつ追加することにしました。メニューとかは韓国語だったんですけど、たくさん日本語が書いてあってとっても可愛かったです。こんな感じで沸騰していない状態で出てくるので、グツグツするまで少し待ちます。見えてきた。撮ってみてください。何でもいい。釜山のおでんといえばこのムルトクっていう餅が有名なんですけど、これは絶対に食べて帰った方がいいです。とっても海鮮だしが効いたスープだったんですけど、これを醤油につけて食べるとさらに美味しくなります。丸いの。プッチュ。何？ネギ？ニラ？これはニラの練り物で、ふわっふわの生地にニラが入ってます。おでんも私いろんな屋台で食べてきたんですけど、
ここのおでんの出汁が今までで一番美味しかったです。定番の厚揚げみたいなやつ、おむくっていうんですけど、ふわふわで味がとっても染みてて美味しかったです。これは少し固めの練り物で、中にチーズが入ってました。やっぱりお鍋から直接取って食べるので激アツです。でも寒い冬はやっぱりおでんが食べたくなりますよね。お待ちかねのムルトック。ソウルでも食べれるところはあるんですけど、やっぱりプサンで食べたいです。カレトって言って大きな太いお餅を使ってるんですけど、これも大きいのにすっごいふわふわで出汁が染みてて、またそれを醤油につけて食べるのも味変になるのでおすすめです。3軒目はヘウンデのブルーラインパークでカプセルに乗る前に行った手地カルビ屋さんです。私たちはヤンニョムカルビを頼んだんですけど、ここのお店では黒豚の手地カルビが食べれます。お肉は3人前から注文が可能だったので3人前頼みました。ご飯や冷麺を頼まなかったので量はちょうど良かったです。ここのお店は自分で焼くスタイルだったので、焦げるのに注意しながら焼くのが大変でした。韓国の飲食店でよく思うんですけど、店員さんが焼いてくださるお店ってちょっと放置されると焦げないか心配になりませんか？触ったら失礼かなと思っていつも我慢してちょっとキョロキョロします。サムギョプサルを食べに行くことが多いので、もうハサミとトングの使い方には慣れました。カプセルに乗るまでに時間がなかったので一気に焼きました。付け合わせのパンチャンもいろんな種類があったので、最後まで飽きずに美味しく食べれました。韓国で初めて黒豚の手地カルビを食べたんですけど、油に旨味があってとっても美味しかったです。ただ前々回のソウルの Vlog で言った天日カルビさんがどの部分を食べてもジューシーでとっても美味しかったので、こういうちょっと薄いところ、赤身のところはちょっと残念に感じました。でも黒豚なのでお肉に甘みがあって、このヤンニョムのソースととても合っていました。2人で食べれば怖くないと思ってニンニクも焼いています。焼肉のニンニクってなんでこんなに美味しいんですかね。手地カルビもサムギョプサルと一緒で野菜に巻いて食べるんですけど、その前につけるソース、甘じょっぱい玉ねぎとかが入ったソースがあるんですけど、そのソースにつけることによってさっぱりするので無限に食べれちゃいます。日本の焼肉っていろんな部位を火の通し方とか味付けで楽しむと思うんですけど、韓国は豚とか牛とかいろんな種類の焼肉があって、こうやって一部位をいろんな食べ方で食べれる店があるので、日本の焼肉とはまた違って面白いですよね。こんなにたくさん食べるのに飽きが来ないことにびっくりします。ニンニクもよく焼いてお肉と一緒に食べました。めちゃめちゃ美味しかったです。あとここのお店限定になるかもしれないんですけど、 K-POP がずっとかかってて、オタクの私にはとても幸せ空間でした。野菜と一緒に食べてるのにさらに美味しくなるってすごくないですか？日本だと焼き野菜になるのでそんなに量は食べれないんですけど、韓国の焼肉では野菜をたくさん食べちゃいます。4軒目はカンアンリにある深夜まで開いてるスポーツバーチックな居酒屋さんです。本当はコプチャンを食べに行く予定だったんですけど、ソミョンで結構遅い時間まで買い物してて、気づいたらカンアンリ周辺のお店は全部閉まってたので、急いで空いてるお店を探して入りました。
外にあったメニューを見て入ったんですけど、これが大当たりで頼んだもの全部美味しかったです。適当に入ったお店なので名前もわからなかったんですけど、今調べてみたらヨクチョンハルモニメクチュっていう結構韓国で有名な居酒屋さんでした。このチーズラポッキが本当に今まで食べた中で一番美味しくて、もう何を入れて作ってるのか聞きたいぐらいでした。もともと行こうとしてたコプチャン屋さんは朝4時か5時ぐらいまで開いてるはずだったんですけど、この日は韓国がサッカーの試合で、多分その影響かお店が早く閉まってしまいました。チキンも韓国のチキンでは珍しい感じの衣があんまりついてないチキンで、アメリカンスタイルだったんですけど、これもすっごい美味しくて、衣がちょっとピリ辛な味付けになってました。油がしんどい人には嬉しいチキンかもしれないです。夜遅い時間帯だったのでかなりみんな酔ってて、サッカーの中継も流れてたので結構ガヤガヤしてます。海外でこんな感じのお店に入ったのは初めてだったのですごい楽しかったです。チキンの味付けがピリ辛だったのでマヨネーズみたいなソースがついてました。韓国スタイルのチキンじゃなくて味付けが濃いめだったので、これはこれですごい美味しかったです。あとチキンについてたポテトがさつまいもだったんですけど、私さつまいもの天ぷらが大好きなのでそればっかり食べてました。このラーメン本当にどうやって味付けしたのか知りたいです。あとトッポッキもちゃんと生餅だったのでもちもちふわふわでした。カンアンリで夜遅くにご飯を食べるのにお店が開いてないよってなった時はヨクチョンハルモニメクチュに行ってみてください。5軒目は朝ごはんなんですけど、アワビガユを食べに来ました。ナンポドンにあって朝8時から開いてるチェジュガさんです。嬉しい。お店のメニューを見て気づいたんですけど、めちゃめちゃ日本語で、ネイバーで探して口コミが良かったんですけど、日本人にも有名なお店だったみたいです。バター焼き。ちょっと待って、食べたいかも。食べたい。生アワビの海鮮チゲやって。アワビガユを食べようと思ってきたんですけど、チゲがすごい美味しそうだったので、私はチゲを頼みました。チゲなので結構辛めの味付けだったんですけど、私はギリギリ食べれるぐらいでした。大きなアワビが2つ入ってました。これで1300円っていう意味のわからない値段設定で、アワビがゆも1000円でした。もちろんアワビのバター焼きも追加しました。一応小にしたんですけど、結構量が多くて肝も入ってたのでとっても満足でした。アワビのバター炒め。バター焼き。海鮮チゲはアワビが2つにカニとエビとアサリまで入ってました。すっごい出汁が効いてて辛かったんですけど美味しかったです。海鮮やから。カニ。アサリとか。アワビはたまにすごい硬いお店とかもあるんですけど、ここのはちょうどいいコリコリ感でふわふわでした。値段的にはとっても安いのに上質なアワビだったのでびっくりしました。ミリちゃんと少しずつ交換したのでお粥も食べてみます。お粥もしっかり海鮮の出汁が効いててとても美味しかったです。これで1000円は安すぎますよね。釜山でチャンジャを食べるたび思うんですけど、チャンジャまでとっても新鮮で食感が全く別物です。
バター炒めも食べてみます。バター炒めのアワビはふわふわで甘く味付けがしてあって、これもこれですごい美味しかったです。日本でこんなにたくさんのアワビを一気に食べることもないのに、韓国でしかも朝からたくさんのアワビが食べれて本当に幸せでした。もらったアワビ近い。めっちゃいい感じ。いただきます。美味しくない？やば。こっちも美味しいよな。コリコリしてる。頼むものによってアワビの食感が少しずつ違ったので、同じものを頼むんじゃなくて別々のものを頼んでシェアするのが一番いいかもしれないです。他にもアワビのお刺身だったり、ウニとアワビのスープとか、アワビのビビンバとかもありました。このカニが入ってたことによってチゲのスープにすごいいい出汁が出てました。最後はご飯にもスープを絡めて全部完食しました。さあ、プサングルメいかがだったでしょうか。この女は最後の最後までプサンを楽しんでいます。このクッキーはプサン発祥のオールザアグリークッキーさんで買ってきました。リボンの塩パンが有名なお店です。私が大好きなしっとり系のクッキーで、外はサクッとしてるけど中はもちもちでした。とっても美味しかったです。前回の Vlog で絶景のプサンカフェとかも紹介してるので、よかったら見ていってください。じゃあまた次回の Vlog でお会いしましょう。アンニョン。OTV